すまない。こんなに長く待たせてしまって。フランカーが死んだわ。ユリウスも死んでしまった。みんな死んでしまったの。生き残ったのは私だけよ。分かってる。だから会いに来たんだ。遅すぎるわ。私たちにできることはもう何もない。私たちは終わりなのよ。いや、まだ終わってない。俺はまだここにいる。だからまだ終わってないんだ。きっとやり直す方法があるはずだ。違うわ。ここにいるのは私たちよ。勇者と彼女の仲間。この二人がいれば世界を救うことだってできるわ。世界を救う。そうよ。あんたたちがそうしたいなら不可能なことじゃない。私からは一銭も出さないけどね。生意気な子ね。昔の君とそっくりだ。ここまでじゃなかったわよ。私は私でしょ。他の誰でもない。勇者は唯一無二なの。わかる？私たちにはまだチャンスがあるの。あるさ。もちろんよ。でなきゃ私たちはどうしてこんな場所にいるの？私の時間は貴重なのよ。あんたたちと悲劇ごっこをしているほど暇じゃないんだから。悲劇ごっこですって？だってそうでしょ。自分は成長して昔ほど衝動的じゃなくなったことをアピールしたいんだろうけど、私の仲間1号に泣きつきたくてうずうずしてるのが丸分かりじゃない。そんなことないわよ。チャリサ、俺自身もこの時代に来た理由はまだわからない。でもこれはきっと何かのきっかけになるはずなんだ。ごめんなさい。ちょっといいかしら。スペスって呼んでもいい？様をつけてくれてもいいわよ。ナビゲーターは20年前から来たって言っているけど、あなたもそうなの？私は勇者であってタイムトラベラーじゃないわ。じゃあ次の質問。あなたがナビゲーターをここに連れてきたという理解でいいのね？なんか問題でも？ナビゲーター、あなた現状をどの程度理解しているの？暴食討伐戦は失敗。ダニューブ特別連合部隊は全員行方不明となって、アイギスの箱舟もそれぞれ陥落したことで、人類は現在に対抗する術を失った。そして13年前にニューチェストンが建設された。ここが人類にとっては最後の希望だ。人類最後の希望というのは少し大げさだけど、それだけ理解していれば
かなり助かるわ。チャリさん、あなたから話してくれる？ええ、私が話すわ。途中で気を失ったりしないわよね？私はそんなにひ弱じゃないわよ。10分前までしおれた花みたいになってたのに。うるさいわね。私が説明しなくちゃいけないのよ。それができるのは私だけなんだから。あ、20年前のあの日、 D 型 B2 が自分の人格チップを破壊した後、ナビゲーターはみんなを連れてチェストンへと向かったわ。暴食の総務に入るまで戦いは順調だった。一般のドライバーでは暴食の総務の中で行動できないから、ナビゲーター、幽霊部隊、それにダニューブ特別連合部隊が暴食の総務エリアに入ったわ。それで総務に入って間もなく、外から部隊への連絡が取れなくなったの。そこで何が起こったのかは誰にもわからないままよ。君は？あの日のことを覚えてるかしら？ビンタのこと。ビンタ？代理人と揉めた時のことか。ビンタが原因で私は出撃禁止命令を受けたの。私が避難所を出たのは戦況が変化した後だったわ。なるほど。私が到着した時には全てが終わってた。暴食も他支部から来た増援もみんな消えた後だった。でも少なくとも君は生き残ったわけだ。それから間もなくマヤから姿を消した暴食が九州に現れたわ。もう一体の高等現在フンヌと一緒にね。それで九州本部は陥落してしまったというわけだな。ただの始まりに過ぎなかったけどね。九州本部が陥落してから世界各地で高等現在の攻撃が始まって、わずか2年で私の知る全てが消え去ったのよ。待ってくれ。ステファニー博士は？ギアはどうしたんだ？自分勝手ね。博士は九州が陥落した後マヤにやってきたわ。ギアも一緒だった。でもギアの様子がおかしかったの。当時は私も変になってたけど、ギアの場合はなんていうか、まるで魂が抜けた人形みたいだった。魂が抜けた人形？親しい人が死んで心が壊れてしまったのね。いいえ、あの時の彼女は私とは違ってた。確信があるの。じゃあ壊れてたのはあなたの方だったんだ。あの数年間はまるで夢みたいだったわ。オデッセイさんが
避難所の生存者を連れてニューチェストンを建設してようやく私も正気を取り戻したの。ニューチェストンが建設されたのは2045年だよな。そんなに短期間で建設できるもんなのか？ニューチェストンはすでに陥落した都市の上に作られたからね。その頃には人類の都市の大部分が現在の遊び場になってたわ。そうすると、その頃はまだオデッセイさんも生きていたんだな。彼は移住を進めている途中で現在の襲撃にあって亡くなったの。オデッセイさんは死ぬ前にニューチェストンを託してくれた。私がここまで頑張ってこれたのもそのおかげよ。じゃあステファニー博士は、それとギアもこの町にいるんだな。博士は避難所に残ってるわ。まだやることがあるんですって。それで俺を見てステファニー博士の名前が出てきたのか。ええ、20年前に死んだはずのナビゲーターが現れるなんてステファニー博士が関わっているとしか考えられないもの。ああ、俺だってそう思うだろうな。まったくだわ。でもその前に、ナビゲーター、あなたは本当に過去からやってきたのね。それはどういう？聞いてもいいかしら。あなたがこの時代に来る前の最後の記憶を思い出せる？暴食討伐戦の前夜だ。つまり可能性は2つあるわけね。あなたは何らかの原因によってその時代から私たちの時代へとやってきた。少なくともあなたはそう理解しているでしょ？でもその場合だと問題が2つあるの。まずアイギスの全盛期でも時間に干渉する技術は確立されていない。あの博士でもタイムスリップの技術はつかめていないはずよ。もう一つは？もう一つはタイムパラドックスね。あなたがあの時代からやってきたのなら、あなたは元いた時間から消失していなきゃおかしいの。私たちが記憶している暴食討伐戦で死亡したナビゲーターは誰なのかということになるわね。ああ、一方で可能性としてはもう一つある。個人的にはこっちの説を支持したいところだけど、本当はあなたはあの戦いでは死ななかった。誰かによって。おそらくステファニー博士でしょうね。ある種の方法で保存処理を受け、今になって目覚めたのよ。でも俺にはあの戦いの記憶がないんだ。誰かによって記憶を消されたのかも。あるいはあなたの防衛規制が自ら記憶を消してしまったとも考えられるわね。もしそうならタイムパラドックスやタイムトラベルといった問題は一気に解決するわ。タイムカプセル程度のアイディアであれば数百年も前からあったものだから。ナビゲーター、残念だけどあなたの記憶以外にあなたのタイムトラベルを証明する証拠は存在しないのよ。
違うわ。あんたはタイムトラベルでこの時代に来たの。ママがそう言ってたんだから。あなたのママって？オストライフォルナ。二人とも聞いたことはあるか？いいえ。オードリーなら聞いたことあるけど。あその名前が出てくる巨大ロボット漫画も知ってるわ。その二つはまず間違いなく無関係だな。ママは私が2038年から来たタイムトラベラーと出会うって言ってたの。ママの予言だから間違ってるはずないわよ。俺の話を簡単に信じたのもママの言葉があったからってことか。私の決定は誰のせいでもないわ。私が信じたいから信じたの。子供として母親を信じたい気持ちはわかるけど、でも状況を見る限り。私は子供じゃないわよ。世界を救う勇者だって言ってるでしょ。あんたの言い方は問題よ。にゃー。君はこの前の。フルルはナビゲーターが過去から来たタイムトラベラーだと思う。アライタ、何を怖がっているの？え？ちなみにフルルはとっくに自分のことをフルルという癖は直してるのにゃ。ナビゲーターに私が誰か気づいてもらうために昔の癖を再現してるだけなのにゃ。私たちのことに気づいてなかったでしょ。ナビゲーター、